なしのあと 10連休。それこれスーパークリーンな会社です。スーパークリーン。セルセンドも一緒だね。今日なんてあんたもや4連休のあと19連休。なんで？これは厚岸、北海道厚岸の島エビですね。カツで入れてて、紹興酒と醤油の特製タレにつけてます。身の方と味噌でね、ちょっと召し上がって。お昼頃つけてるからかなり鮮度いいから、普通のボタンエビとか甘エビとかつるっとはいかないですね、ちょっと歯応えあるね。これも厚岸の方から直接送ってもらって、他のはちなみに三陸です。これはちょっと軽くお醤油つけて召し上がって。まれにカツでも上がるみたい。3回に乗ってる。甘みはあんだよね。これ食って喉状態当てられない。何か言ったら浜田ですね。これはホッキ貝。これも地物ですね。醤油でさっと焼いてますので、めちゃくちゃ緊張しますね。正直僕は自分の魚今日1個もないんで全く緊張しない。気になりますよ、どう調理されるのかっていう。そうですね。で、この店の他のラインナップの中で輝けてるのか、どういう位置づけなのか。普通になくてよかったですよ。ものです。あ、福島の。そう、いわきですね。あ、そうなんだ。もうちょっと上がってて、いわゆる大穴王ですか。黒アナゴなのか。黒穴王か。なるほど。マナゴでこんな石の牡蠣。厚岸。干し椎茸とカツオの出汁につけてます。85度で5分間だけ加熱して、そのまま余熱で、ね、冷たくしてますので、だし汁も飲めます。あとで IKKO さんが編集大変だ。編集いいです。毎回編集大変なんですよ。関係者に言うと。音消すこともできるんですよ。できる。あ、じゃあ大丈夫ですよ。いや大丈夫大丈夫。僕が毒入るとこちゃんとピーしてくれるんですよ。もうやりますよ。関係者と行くと大体もう大変なんですよ。僕はなんか飲食店全体がもっといい世界になればいいと思ってた。使わないですよ。すみません、店内音がちょっ地物ですね。とすごい自分のはい。いや今日食べたことない魚ばっかりだ。そうですね。地元の人は来るんですか。今日も行くんですよ。でも地元の人は逆に江戸前寿司に求めてきますね。だからそれをうまく融合させて。ですよね。で、ただ地元の魚でも、震災の流れがあって、結構皆さん植えてるものなんですね。地元の美味しいねっていう感じのというか、同じ魚でも自分ハマったの漁港に行ってもういいのだけ選んできちゃうから、皆さんが当たり前の口にするものと違うねっていう感じの。いいもの。これちなみにいわゆる水と酒だけです。塩がかなり塩はサラサラ系なんで、沖縄の方のそうです。石垣島の塩です。わ、すごい。ただ石垣島の塩でなんかかなり手作りでやってるらしくて、石垣島で売ってる塩っていうものとは違うらしくて、あれですね、いわゆる塩化ナトリウムっていう感じの角のある感じよりはもっと丸みがある。じゃあ200の話ですよ。何利益出てないですか。光丸ごとでかい。結構なずっとで、これは選んでもらってます。あ、そうですか。で、いわきでも水揚げあるんですけど、今いわきの本当に小指ぐらいのちっちゃいです。
メカン州がうまいね。うまいと思うね。鮮度が高いんだと思う。皮が柔らかいとか骨も、ね、食べられるのはこの辺、ちょっと皮取ってやったら分かんないと思いますよ。結構なんだろう、東京の人たちメヒカリ使ってるとこ多いような感じ。千葉沖あたりから向こうとこっちで種類が違うらしいですね。福島県いわき市だといわき市のシンボルの魚になってる。昔はこれすごいもう軽量安い魚で、本当にね家畜の餌とか、ね、福島県のいわき市の、ね、シンボルの魚にしちゃったらば、値段もふーっと上がっちゃって、これ皮取って寿司みたいな。いけますよ。あ、いけますよ。なんで餌じゃないっていう感じだったけど、相馬だけね、相馬島で振り返りたい。今回動画の邪魔をしようとしてる本当番地で作り方も麹もあと削り方も全く一緒で、本当場所だけ変えて会津の娘さんに作って、そうすると日光からその土地の水分、本当に隣の畑でも、味が違うっていうのを会津さんはすごくこう売り出してるみたいな。でもやったら番地で分かんない実際は番地って言われて分かんないと思うんですけど、まあちょっと味の違いというか、美味しい感じ。すげえうまい、すげえうまいこのガリ。なかなかガリピンクにななんでるのは緊張してるかっていうと、なまってるからどうなのかなと思って。いや編集されるのかなとか。これ鉛がいいんですよ。バリバリ標準弁ですよ。いやでもいつもと違いますよ。なんとかだったらば言わないですからね。言ってくださいよ。そうですね。いきます。カスゴじゃないの。普通の流れからすると、カスゴ、ノドグロ。これノドグロなんですか。だから本当赤むつの子。地元ですね。ただ3日ぐらい本当にもうムツだと気づかないんだ。皮目をさっと湯引きして、でもやっぱり食べると甘にいっていいやつだけをちょっと 4,5 本つける。やっぱ土地の利ですね、それも。地元の利だと思うね。で地元の利って海が近いっていうのと知り合いが多いと思う、先輩がいるとか、同級生だとか、やっぱね、それですよね。米酢を2種類ブレンドして赤酢を足してる感じですね。赤酢メインじゃなくて米酢メインで香り付けみたいな感じで。そうですね。本わらですね。あらとかつゆのあらじゃなくて、本わらって青森だからです。白さんの方が。これ昨日上がって今日届いたやつ。これ月曜日のだから上がって閉めたやつね。まあね。
感もいいですねこエロいっすね。れ、はいそこでなぜいや僕もうまいこと言いますよ。史上最高のティーバッグですお寿司で今最近素養がありますよね。まあそうですね。市場のティーバッグ。漁港回ってるもんね。横回ってますね。なるほど。朝だから7時半には起きんだけど8時半9時ぐらいには漁港、これそんなバカめだと早くはないんですけど、ああそうですか。今日もなんだかんだで3密漁港に行ってきてメヒカリ食いたいって人がいたもんですから結果今日結構した。大将の酢飯に合うタイプですね、この釣りのマグロって。そうかもしれない。美味しいっすね。なんかマグロさんから出てくると嬉しいですね。美味しいですよ。いや今これだけお魚あるのはすごいですね。すごいですね。うちのオリジナルです。これは震災の後で地物の魚も何もなくなってね、でなんかオリジナルが欲しくて、踊り食いっていうとね食感なんかってブリブリってしますけど味がないですけど、茹でることによって甘みが出るじゃないですか。これほとんどもう生でやってますんで、表面だけ赤く湯通しする感じで甘みを出してブリブリって食感と昆布の香りが後からくるような感じ。美味しいです。これはタラですね。これは軽く昆布の香りで昆布締めしてますけど、夏のタラです。青森です。塩さんが昨日これ閖上の赤貝、あ、はい。閖上です。1週間寝かせてます。書いて寝かせるんですか。うちは赤貝を寝かせます。必ず貝って海水噛んでるんですよね。で海水これ抜くんですよ。で結構赤貝ってのは臭いっていう風な表現する人いますよね。泥臭いとか臭いとか。結局貝が閉じたままだと水が入ってて、その泥水が体についちゃってるから臭みがつくんですけど、よくペタッね剥きたてでペタって叩いてそれでも臭いっていう。でも使ってる方は、新鮮だからいいんじゃないって言うんだけども、実際はその貝がもう水が入っちゃってるからそれが臭いのを知らないから、だからその一回もう水を全部抜いていくんですよ。1週間ぐらいかけて。でこれ香りは自分はゆり揚げが一番いいって思ってるからゆり揚げだけです。もう皆さんゆり揚げですよね。ゆり揚げまあ赤貝っていうとね。だから昆布の香りがするっていう感じでっていう表現する人もいるんですけど、1週間寝かすと香りってどうなるんですか。だから増すんですか。要は例えば海から上がってすぐだとちょっとこう塩っ気か塩分があったりして香りがこう爽やかな感じですけども、それが抜くと要は最初の仕入れた時では若干縮んじゃいますけどね、一回りぐらい縮みますけども、要はうまみの塊になる。だからこの昆布の香りみたいなするのは要はその甘い香りとその昆布の香りはもう赤貝本体の香り。なるほどね。愛媛の赤貝もなかなか12月から3月まで使っていただいてます。いろいろ実験してこっちから藤本さんに送っていろいろ愛媛の赤貝試したことがありましたけど、あんま東京馴染みない感じでしょういやね。市場で見たことないですよね。藤本さんから送られてくるのはもう特にでかいです。あ、そうですか。食べてみたいです。寿司にしたら本当にご遠藤に振りができてしまったな。遠藤さんじゃ伊藤さん、運動さん、寿司高さん、合流久保さんは、赤貝あるよって言ったら大体ほぼ全部っていうメンバー。何個とかじゃなくて全部が多い。そうなんだ。ガリやっぱうまいっすね。
まいっす今補充しますすいませんなんか味がまた変わってくるなっていうう、んそうですねすごいフレッシュだし、うん結美味しい構な食果物食べてるみたいな。そうですね。つまみいらねえなっていう人いやこれそうそうつまみいらねえ困るよねいやこれ今もともと大将のお寿司綺麗なネタなんでそんなガリ食べたくならないですけど、これはうまくて食いたくなっちゃいますね。あれだけで進めようなと思ってこれは、 3回目から有料になりますあ、本当ですか。冗談ですめちゃくちゃもう本当に山椒ですね。最高ですね。最初はね本当になんか地元の食材を使ってなんて思ってたんだけど、最近はなんかもう当たり前みたいな感じでそんなに意識しないですね。被災地だからとかどうのこうのとかそんな考えもなくて、無理して買うよりはこっち選んだ方がいいという感じで、どこだったかしこれは今ロシアの方ですね。まあでもロシアっていうのは大体北方領土のことですね塩水にしてもらったりとか箱詰めにしてもらったりもするんですけど、もう全部もううち用にこう剥いてくれて出してくれるんです。でもだいぶ水分が少ない感じ。水分を抜いてこれいわゆるみょうがも入らずにこれで並べてくれて、でお酢のウニだけなんですって。今時期だとお酢のウニ、お酢とメスティルらしくてお酢だけをこう並べてくれてやってくれて、だから直接仕入れるものが結構多いですよね。うちウニもそうですけど、これは単純にフェイスブックで知り合ってへえ、そんなことあるんですね。でいろいろすごく親しくしてもらって、シャリのサイズ感がすごい、ちょうどいいですねそうちょうどいいですよね。これもいけますね福島とかかっこいいわ。福島すごい種類ある。福島すごいですね。今日は今福島で攻めてますから。いやありがたいです。なんかすごいですねここれは山口の萩焼きになりまして、特別にこれ焼いてもらってれ。あ、そうなんですか。はい、金目鯛です。金目鯛。長谷川さんがもう自慢してきたやつで8月の28日に締めたやつ、締めつが出てきたやつです。ちなみにどこですか。静岡の伊東です。あ、静岡なんですね。最初に更新で一撃だな。おお、なかなか食わないですね、これ東京だと。ナイスないと思います。すっごい滑らか。いや、トロみたい。美味しい。じゃあメヒカリいきます。おお。これやっぱ冷たいまんまなんですね。そう、これね、うんちく飾る前にあれだ、油が強い魚だからギリギリまで冷やしてます。で、チャリもちょっと今あったかいのに冷え返るから、口の中でちょっと体温で溶ける感じで。で、やっぱりメヒカリって生だと珍しいっていうふうな先行したんだけども、ちゃんと食べると最後は甘くなります。今2種類握りますんで、今1貫目は小さいんですけど、これ岩木田になったやつで、これは一昨日なんです。もう一つは今日やっと探したのが茨城の福島の県境の方です。それ昨日の夕方があったやつ、まあ、鮮度もいいような感じで硬直したやつを仕入れた感じですけど、いやこれは食べれないよ。東京じゃないでしょうねこんな楽しいことはない。で一昨日上がったって言いますけども、水揚げされてすぐ全部腹抜いておろしちゃってる状態こんな感じなんですね。だから地元の人もそこまで知らないから、このメヒカリ食べるとメヒカリこんな味だったのっていう感じになる。冷やすからここ保たれてるんですね。そうですね。だから昨日の夕方上がって今日の昼間午前中に仕入れてさばいたやつだから鮮度はたまらずに保たれてると。でも本当に水揚げされてすぐってわけじゃないから、ちょっと伏野さんが望んだのとはちょっと違うかもしれないです。いやでもこれは人生の経験ですね。本素晴らしいです。当。許せないよ。新イクラです。じゃあもう結構スプーンで小鉢で片するとこ多いですけど、やっぱり軍艦が一番ということで。いやでも、まあ、藤本さんなんて俺よりずっと前からカバじゃない。
で一行さんは同い年だし、あなたは俺より年下で、家庭があって子供いるの見ると、俺って何なんだろうって。弟子を残せたい。これ赤ザイビ赤ザイ赤ザイなまってからちょっと赤ザイビ赤ザイビです相模湾ですか？そうそう長谷川さんのやつエグザイル国内で流通するエビでかなり高級なやつですね。超高級寿司ネタだと思いますね。なんて例えればいいんですかねこれ。なんですかね。これ、なんか食ったことない。あんま東京でない。ないですよね。あ、これも恵比寿沿道で食べれる。あ、そうなんですか。行くしかないじゃないですかもう。美味しい。タイミング次第でない場合もありますけど。こんなに肉厚なものなんですか。これはもう個体によるんですか。あ、いや、そういうエビです。そういうエビなんですか。もっと大きいやつもあるんでしょ、大きさ的に見ると。多分僕が使ってるのだと寿司ネタに大きすぎると思います。うちが150から200で、多分これが100から120じゃないですかね。多分そんぐらいだな。そのぐらいだと思います。どの辺にいるものなんですか。まあ内湾の比較的遠いところにいます。でもまあ相模湾以外聞いたことないと、それはその2カ所ぐらい。鹿児島にもいますね。あ、本当ですか。近い方がいいっていうね、ものあ、は。本当ですか。あったけど、だからメヒカリなんかも好きなのを10本とか、そんな感じの光ハマれ10分。そうかな。あとは通ってね、ちょこちょこ行って、あ、また来たんだねっていう。今日味噌汁ですけど、これホッキ貝の貝柱、最初に醤油で焼いたやつの貝柱を取っといて、貝柱を干して乾燥させて干し貝柱にして、これいわゆるワンシーズン前のやつだけど、実際5、60個分ぐらい使って出してる。それ全部のお客さんに出せるんですか？これはだからもう途中今日はこれ、例えば今日はエビの頭の味噌汁とかっていろいろやりますけど、今日はこれ美味しい。うるす。幸せな時間でしたね。本当に。美味しかったです。これも地物です。熱々です。これは熱いから気をつけてください。でも、頑張ってさっと食った方がうまいですね。かなりマジで熱いからね。気をつけて。怖いな。めちゃくちゃいっぱい食いましたね。めっちゃ食いましたね。はい。何貫食ったんですかね。結構食いましたね。これ全部一人仕込むの大変ですね。コメントどうするんですか？美味しいですよ。ありがとうございます。美味しいですね。美味しい。はい一人で仕込んでます。すごい。大変っていうは大変だけど、まあ慣れたね。慣れたね。この6席で回るくらいの感覚を1年前に切り替えたから、これが座敷も入って何したのに絶対パンクしちゃって。で、 6席2回転は全然その今の体ただ年齢的にやっぱり2回転はだんだんきつくはなってきますけど、頑張りますよ、それは。このぐらいって言うんですけども、地方だからそんなに埋まらないですよ。やっぱり忙しい時もあれば静かな時もあって、それを帳尻合わせて、ね、あとはそのお盆とか、ね、正月なんかはやっぱり少し元気取ってなのがやっぱり地方のスタイルで、うちは
昔はその盆正月もぶっ通してやってましたけど、逆に年齢的に今日切り替えて、ね、休む時は休む、仕事をする時は仕事するっていう感じで。感銘を受けました。ありがとうございます。本当に。前回のゴールでよかったです。楽しみですよね。楽しみでやる範囲で